皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。私はですね、この Apple Watch 第7世代を愛用しています。もう毎日欠かさずずっと左腕につけております。で、今回はこの Apple Watch の充電に関する製品のレビューになります。で、今私はこの Apple Watch をどういう風に充電しているかというと、ベッドサイドテーブルにこの Apple Watch を購入した時に付属してきた純正の充電ケーブルを、置いて、そこに充電しているというような感じです。で、ここで問題点があるんですが、問題点がね、3つほどあります。で、1つ目がこの Apple Watch の充電器のヘッドの部分がすごい軽いんですよね。なのでApple Watch 充電し終わって取り外す時にヘッドの部分も一緒に持ち上がってしまうんですね。磁力が強い上にヘッドの部分が軽いのでひっついてきてしまうんですね。なので下の部分を押さえてApple Watchを取らないといけないというようなことが、1つ目の問題点で、2つ目がもうとにかくこのヘッドの部分がもう Apple Watch より小さいわけじゃないですか。なので装着する時もここにこの上にApple Watchを置かなきゃいけないとか、すごいシビアな感じじゃないですか。だからもっと直感的にApple Watchをもうとりあえずここに持ってけば充電できるみたいな、もっと直感的な充電をしたいなと思った、ことですね。で、3つ目がヘッドの部分がね目立たないですよね。なのでもうちょっと見た目的にもですね、なんか簡易的な感じがしてしまうんですよね。なのでもう少しここはもうアプローチを充電する場所なんだみたいな、そういう雰囲気を出したいなと思ってました。これがですね3つのこのアプローチの充電に関する問題点なんですけれども、これを解決すべくアプローチの充電器を適度に固定してヘッドの部分を目立たせて、より直感的な充電を可能にするアイテムというのをちょっと調べていたんですけれども、いろいろ調べた結果こんなものを見つけました。今回何を買ったかというと Apple Watch の充電スタンド的なやつですね。既存の純正の、Apple Watch に付属してくる純正の充電器を、ここに装着して、でそうするとですねApple Watch のスタンドみたいな感じになるというようなアイテムです。もう Amazon で999円とかそのくらいで買えたやつですね。特にどこのブランドとかっては分かんないんですけれども、一応概要欄にですねこの製品の URL を貼っておきますので、一応気になった方はご覧いただくといいのかなというふうに思います。でもこの手の製品ものすごくいっぱい Amazon にあって、もう完全にデザインとか素材とかで選んだ感じですね。本当にね、安いものだと500円とかで買えるものもありますし、高くてももう1500円とか2000円したら結構高級なものとかっていう風になりますけれども、すごいいっぱいあるんで探してみると面白いんじゃないかなと思いますね。これもねカラーがね何色かあった気がしましたが、今回これ白ホワイトを購入しました。パッケージの方はこんな感じになっております。 Apple Watch チャージングステーションと書いてありますね。はい。見た目こんな感じになりますね。 Apple Watch のスタンド的な感じで、こんな感じの見た目になります。で、上側に商品のバーコードと堂々とメイドインチャイナと書いてあります。で、横側、こんな感じでですね、この製品単体で充電できるというわけではなくて、充電器、充電をするものは付属してないので、これはApple の、純正の充電器を元に設計されていると思うんですが、その純正の充電器を、この製品に装着して使うというような感じですね。だからただの側だけです。はい。こんな感じですね。一応カラーがここから確認できるようになってますね。パッケージ的にはすごくシンプルなんじゃないかなと思います。では開封していきましょう。はい。もう本当にこれだけですね。こんな感じ。素材はねシリコンですね。シリコン。今この手の製品って結構なんか匂いとかがなんか石油臭かったりとかするんで嗅いでみたんですけど、無臭ですね。無臭です。で、肌触りもなんかすごいサラサラしてていいんじゃないかなと思いますね。なんか引っかかりがあるような感じはしませんね。なんか全体的に丸っこいデザインで角がない感じですね。なのでApple製品にすごい相性がいいんじゃないかなと思います。この白の色もしっかりとした白というか、なんか
黄ばんでたりとかっていうのはしない感じですね。すごくこうパッと見の質感はすごいいいんじゃないかなと思います。でこれね、結構この素材の厚みがこれ結構あるんですよね。1センチ5ミリ以上はね、結構厚さがある感じなので、結構なんかごっついというか、いい意味でごっつい感じがしますね。安定感のありそうな感じがいたしますね。結構シリコンといってもこうふにゃふにゃするような感じじゃなくて、全然ふにゃふにゃはしないような感じになっております。で正面のここに純正の充電器の、ヘッドの部分が来るところですね。でここ、下からケーブル通していって、ここの切り欠きみたいなのから後ろにケーブルを出すというような感じになっていると思います。ではですね、Apple Watchの充電器を持ってきました。こんな感じですね。では早速装着していきますが、装着の仕方特にこう説明書とか入ってないんですけれども、おそらくこの Type-C のポートの方からこう入れる感じですね。この、正面の部分からこんな感じで入れて、下から引っ張り出します。こんな感じですね。でこのままずっと引っ張ってって、でこのヘッドの部分の、Apple Watch を装着する面を、手前にして、ここにすごいめちゃくちゃぴったりと収まった。これね、ちょっとね気にしてたのが、ここの穴の大きさ結構ねぴったりにして外れたりしないような風にするには、かなりこうシビアな設計じゃないといけないと思うんですが、こう穴が大きすぎても外れちゃうし、きつすぎてもすごい装着するの大変だったりとか、すると思うんですが、これ全然装着も簡単だし、全然こうApple Watch のね磁力とかでも抜けないんじゃないですかね。これ一回こう Apple Watch を装着してみて、今電源つないでないんで充電はされないですけれども、こう、本体を、この製品を持って Apple Watch を外しています。もう全然外れる気配はないですね。全く。で、この製品から充電器を取り外したいときは、このちょっと裏側にこの、アルミになってる部分がちょっと見えてると思うんですけど、ここに、うまいこと、指を後ろから押してあげると簡単にこう外すことができますので、脱着も簡単。なんかこう貼り付けたりとかしなくていいっていうのがね、すごくいいですね。で後ろのケーブルに関しては、ここの、切り欠きがあるので、ここにこう装着してあげると後ろからこう出る感じで、正面からはケーブルが見えないような形になります。ではですね、接続してApple Watch を実際に取り付けてみたいと思います。では置いてみます。よいしょと。ちょっと見えづらいですけど、しっかり充電されました。いいですね、これね。でこれね、こういうですね、これはスポーツループを今、Apple Watch に取り付けてるんですけど、こういう分離しないタイプの、腕から外しても輪っかの状態のタイプの、バンドですね。でこういうバンドの場合、こうApple Watch の充電器が平置きされている場合だと、こうねじってひっくり返してこの状態にしてから充電してたんですよ。こうやってこの接点の部分がリングの外側に来るようにしてやらないといけなかったんですけれども、この場合はこのリングの中に製品を入れちゃうような感じでこう充電することができるんで、より直感的に充電できるんじゃないかなって思いますね。で今ちょっとですね取り付けて気になったのがこれ、デジタルクラウンがあるじゃないですか。これね、もしかしたらデジタルクラウンを、下にするとですね、ここに当たるかもしれない。どうだろう。充電は一応できますね。できて外れる気配もないけど、ちょっとここにねデジタルクラウンが当たってます。これね、45mm の Apple Watch ですね。Apple Watch、第7世代は 41mm と 45mm で、おそらくそれ以前の Apple Watch が 40mm と 44mm があると思うんですけれども、小さい方の Apple Watch であればおそらく干渉しないんじゃないかな。そっちのね、40mm とか 41mm の Apple Watch の方で設計しちゃったのかなっていう感じはありますね。だからこう44mm とか 45mm の Apple Watch にちょっと適用できてないっていうのがね、これはちょっと設計ミスじゃないかなと思います。当たってますね。でも小さい Apple Watch だったら大丈夫だと思います。でこれさらに
Apple Watch ウルトラとかになったらちょっとこれねできるかわかんないですね。うん。Apple Watch ウルトラって多分49ミリとかあるんじゃないでしたっけね。なのでこの45ミリのApple Watch 第7世代であれば、このデジタルクラウンを上側に向けて、この状態だと全く問題なく充電できるんですけれども、ちょっとここの余裕がないので Apple Watch ウルトラに関してはこれ充電できるかちょっとわかんないですね。でこの製品に限らず、その、44mm、45mm の Apple Watch であるとか、Apple Watch ウルトラをお持ちの方は、ちょっとね、これ選び方気をつけた方がいいんじゃないかなということに気づきました。しっかりね、Apple Watch ウルトラ対応とかって書いてるものであればいいんですけれども、ちょっとこれだと怖いかなっていうところはあります。でもね、デジタルクラウン上にすればね、問題ないんで全然大丈夫なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、実際にこのいつも充電しているベッドサイドテーブルの方に設置してみました。かなり見た目の方も良くないですか？いい意味で目立ってるというか、でも全体で見るとあまりこう目立ちすぎてないというような感じで、Apple Watch の充電器単体で置いてあるようなちょっと簡易的な感じみたいなのはなくなったんじゃないかなと思います。ちゃんと、左に、iPhone をいつも充電しておく用の、ワイヤレス充電器がありますが、そちらと比べても見劣りしないような存在感があるんじゃないかなというふうに思いますね。では実際に Apple Watch の方をここで充電してみたいと思います。よいしょ。お、充電できますね。いい感じ。はい。こんな感じで撮るときも、スムーズにできますね。やっぱりこうより単体の時よりも直感的に充電の開始や終了ができますね。でもこれさすがにね Apple Watch だけを引っ張るとやっぱりこう持ってかれてしまうんですけれども、完全にこのテーブルの天板に固定されてるわけではないんで、引っ張れば持ち上がってしまいますが、でもね前の充電器とかよりはもうこの本体より小さいような充電器のヘッドをこう持ちながら、うまく Apple Watch から外さないといけなかったっていうのが、これですね、充電器のヘッドの部分のこの、面積というか体積が大きくなったので、片手でできますね。前までは両手じゃないとできませんでしたね。できないことないですけど、両手でやってました。でも今回はこうちょっとね、指を少し添えて、Apple Watch をこう外すことによって片手でもできるし、よりシームレスにできるようになったと。いうような感じですね。でも装着する時に関してはもう充電器に触れなくても装着することができますね。いい感じです。外す時とかも下の方を持ってもいいかもしれませんね。下の方を持って上の方にずらすみたいな、こんな感じで、取り外すことができますね。こうずらすみたいな感じでやっても充電器単体の時はそもそもこう本体よりヘッドの部分が小さかったんで、ずらすにもこう後ろまで手を伸ばさないといけないみたいな感じだったりしたんですけど、これだったらこう本当にねシームレスに使えますね。これはもう回数を重ねるごとに価値の出てくる製品なんじゃないかなっていうふうに思いますね。いい感じでこの、3つの問題も解消されたんじゃないかなって思いますね。すごい気に入った。いい感じ。はい、ということで今回はこの Apple Watch 用の、充電スタンドを紹介してみました。かなりね脱着も、シームレスに直感的にできるようになって見た目もいいっていう感じですごく気に入りました。これでねApple Watch の充電に対するハードルも結構下がったので、よりこの Apple Watch Life が快適になるんじゃないかなというふうに思います。この手の製品 Amazon にねいっぱいあるんで探していただければいいかなと思います。ダイソーとかにもありましたね。はい、気になる方はいろいろリサーチしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。このチャンネルでは、自分の気になった製品を、開封レビューしたりだとか、暮らしのアイディア的なものを、提案したりとかしているので、ぜひ他の動画も見ていただいてチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。あとこの他に3本の YouTube チャンネルと Twitter、インスタ、TikTok、あと何でしたっけ、最近スレッズでしたっけ、新しく始まったの。あれまだすでにもう2、3週間経ちましたけど、まだ始めてなくて、始めるかどうかっていうのをちょっと迷ってるんですけど、いろいろ調べてからですね、始めるかもしれないですね。おそらく翔太遠山って調べれば出てくると思うんですが、始めるかはわかんないです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。